18年と7ヶ月、これ何の数字かわかりますか？人は1日に25,920回呼吸をします。そして宇宙もまた大きくゆっくりと呼吸をしています。その大きな一呼吸のサイクルが18年と7ヶ月という時間なんです。今日はルドルフ・シュタイナーが説いた運命のサイクル、ムーンノードについてお話しします。こちらはムーンノードの周期を人生のバイオリズムとして一覧にしたものです。18歳と7ヶ月、37歳と2ヶ月、55歳と9ヶ月。皆さんはこれらの時期に何か印象に残る出来事を経験しませんでしたか？実はこれらの時期は生まれてくる前に決めたこと、そしてこの地上で生きてきた歩みが交わるタイミングなんです。具体的には私は何者か、何をしに生まれてきたのかといった問いを抱きやすくなり、この時期に人生の転機を迎える方がたくさんいます。ではなぜ18年と7ヶ月、およそ18年半という周期なのでしょうか。この数字がどこから来ているのか詳しく見ていきましょう。まず前提として、ルドルフ・シュタイナーは宇宙と人間の関係をマクロコスモスとミクロコスモスという見方で捉えました。人間の命は細部に至るまで宇宙の法則を模して作られているというのです。広大な宇宙の法則が私たち人間の中にも小さな形で反映されている。宇宙の法則を知ることは、それと同じ働きが私たちの中にどのように映し出されているのか、それを探し出す試みでもあると言っています。例えば人間の呼吸について見てみましょう。人は1分間に18回の呼吸をするそうです。実はこの動画を撮るにあたって実際に測ってみたのですが、私の場合は1分間で17回でした。大きくはずれていなかったので、18という回数はリアルな数だと思います。1分間につき18回ということは1時間で1080回です。1日24時間にすると25,920回。このように25,920という数にたどり着きました。次はこの数字をマクロコスモスの中に探してみましょう。春分点が一周して元の位置に戻ってくるまでにかかる年数、それが25,920年なんです。春分点とは春分の日に地球から見た太陽が背景に背負っている星座の位置のこと。例えば太陽と地球が春分の日にこの星座の前で集合ねと待ち合わせをしているとします。ですが地球はコマのように首を振りながら回転しているので、そのわずかな傾きのせいで待ち合わせ場所が毎年ほんの少しずつずれてしまうんです。そのズレが積み重なり、ぐるっと一周して元の待ち合わせ場所に戻ってくるまでにかかる年数が25,920年なんです。先ほど人間の呼吸で18回 ×60 分は1080回、1080回 ×24 時間は25,920回という計算をしたように、今度は同じ数の60と24で割ってみます。すると18年という数字が割り出されました。18という数は人間にとっては1分間の呼吸の回数ですよね。ではマクロコスモスにとっては何を意味するのでしょうか。実は太陽の通り道と月の通り道が交わるポイント、このムーンノードという場所が星空をぐるーっと一周して元の位置に戻ってくるのにかかる年数、それが18年と7ヶ月なんです。18年という不思議な数の一致。シュタイナーはこの巨大な時間を宇宙の1日と名付けました。波数が気になる方もいらっしゃるとは思いますが、これは生き物に特有の揺らぎのようなものと考えてよいでしょう。およそ18年半という月のリズムは私たちの人生とどういう関係があるのでしょうか。まず私たちは3つの世界に属しているという考え方があります。1つ目は今目の前にある世界、物理的に見たり触ったりできる知覚可能な地上の世界のことです。2つ目は目に見えない世界、死後生まれる前までにとどまる世界です。いわゆる精神世界や宇宙を指します。面白いのが3つ目、呼吸の世界です。ここでいう呼吸とは、1つ目の目に見える世界に2つ目の目に見えない世界を流出させたり流入させたりするような、両者の世界に手を取り合わせるような、触れ合わせるような、そんな働きです。月はその呼吸の世界に関わっています。というのもシュタイナーは月を地球と宇宙の間に立つ中間的な領域だと考えました。宇宙から降り注ぐ力はそのまんまでは私たち人間には強烈すぎます。月はその力が直接当たりすぎないように調整し、私たちが受け取りやすい形に変えてくれる、いわばフィルターのような門番のような役割をしてくれているのです。
この境界が大きく開いたり閉じたりするリズム、それが先ほど計算した宇宙の1日18年と7ヶ月というサイクルです。ここでムーンノードの周期を見てみましょう。18歳と7ヶ月、37歳と2ヶ月、55歳と9ヶ月。これらの時期が私たちが普段生きている世界にもう一つの別の世界が流れ込んでくるタイミングです。普段はなかなか自覚することのできない目に見えない世界の影響が人生のこのタイミングにだけより強く感じられます。では、そもそも別の世界とは一体何でしょうか？私たちが死後から生まれる前までにとどまる世界のことです。シュタイナーの言葉ではアストラル界といって星々の英知が流れる世界を指しています。ここで地上への執着を捨てた後、さらに高い世界へと進んで次の人生での計画を描いていきます。私たちは普段眠ったり起きたりしていますが、実は寝ている間に出かけているのもこの星々の世界なんです。眠っている間って夢を見るくらいで基本的には何も覚えていないですよね。それはなぜかというと、私たちには4つの体があり、寝ている時というのは自我とアストラル体が肉体とエーテル体を抜け出して星の世界へと行っている状態なんです。思い切って言うならば小さく死を体験しているのでしょう。私たちが寝ている間に見る夢は星々の世界から体に戻ってきた時に起こるバグのようなもの。あちら側の世界がほんの少し境界を越えてこちら側にはみ出してきている。それを私たちの普段の意識が何とか翻訳しようとしたものが夢という形で現れます。ちなみにエーテル体とは私たちの肉体を命あるものにしている体のことです。生きた人間とただの亡骸との違いをイメージしてみると分かりやすいかと思います。というわけで、ムーンノードのタイミングで人生の転機が訪れやすい理由を理解していただけたでしょうか。人生の転機というと、まるで雷に打たれたかのような劇的なものを期待されるかもしれません。ですが、シュタイナーが言うには、別の世界から流れ込んでくるものを認識するのは、現代人にはとても難しいことなんだそうです。それは注意してみなければ見逃してしまうほど、とても些細な物事の中に隠れています。ちなみに私は今ちょうど37歳で第2のムーンノードを迎えているわけですが、確かにそういう目で見ればそう見えてくるかもくらいの感覚しかありません。もう少し時間が経ったらよりはっきりとわかるのかもしれません。私はまだ経験していないのですが、第3のムーンノードは最も重要で、より強く自分の運命を見つめることができるそうです。今まさにそのタイミングだという方は少ないかもしれませんが、この動画を見ている皆さんなら少なくとも1回は過去に訪れたムーンノードを振り返ることができますよね。その時に体験したことと今の自分の関係性、何かつながる意図は見つかりましたか？ゆっくりと時間をとってぜひ振り返ってみてくださいね。最後に皆さんに注意点としてお伝えしたいことがあります。今回の動画ではシュタイナーの言葉をできる限り自分の言葉で語らせていただきました。動画という形で表現するためにあえて専門用語は使わないようにしたり、説明を省いたところもたくさんあります。ですので正確さを求める方はぜひ原文を読んでみてください。概要欄にリファレンスを記載しておきます。私はかれこれ10年ほどシュタイナーの言葉に触れてきたのですが、シュタイナーの言葉を読むことは夢を見ることとどこか似ていると思っています。内容がすごく難しいので鮮明に分かったと言えることがいつまでもないですし、インスピレーションを受けたり心に響いた部分があっても断片的にしか思い出すことができません。だからこそ何度も読み返したり自分の中で問い続ける、その繰り返しが自分の生き方や思想を作ってくれていると思います。シュタイナー自身もこういった学びは誰かの優しい解説を通して理解するよりも自分自身で読むことである種の筋力を培うことを推奨しています。もしこの動画を通じて興味を持たれた方はぜひご自身の手でも学びを深めてみてほしいです。それではあなたの人生の歩みがより深く豊かなものになりますように。最後までご視聴いただきありがとうございました。